こんにちは、嵐チャンネルです。今回も神恐ろしや霊感があるなと思う人は夕方神社に行ってはいけません。今回はそのお話です。夕方神社に行ってはいけない。知人からこの事件を聞いたとき、私はその話を疑いました。東京の台東区に鳥越神社という古くから地元の人々に慕われてきた神社があります。この鳥越神社の近くに夜浅草のスナックで働く一人の女性が住んでいました。彼女、ここでは仮の名前服部美希さんにしましょう。美希さんは芝居好きが集まって作った劇団のメンバーで、芝居では生活できないので土日以外はスナックでバイトをしながら昼間芝居の稽古をしています。彼女には一緒に暮らす劇団員のパートナーがいて、彼はコンビニの夜勤専門スタッフでした。ミキさんは昼間芝居の稽古がない日はいつも夕方の5時頃マンションの部屋を出てバイト先のスナックへ向かいます。そこで必ず寄るのが家から5分ぐらいの鳥越神社です。いつも彼と一緒に元気に過ごせますようにというシンプルなお願いをしていました。好きな芝居ができてパートナーもいる、それだけで十分だったからです。晴れた気持ちのいい日には早めに部屋を出て神社の境内で顔見知りのお年寄りといい天気ですねなどと立ち話などをします。下町の雰囲気が残る鳥越あたりは地元の人も気さくで、彼女はそんなところも好きでした。ある春の夜、花見客で混むスナックに女性の占い師が現れました。ミキさんも知っているその占い師はスナックのママの友達だとかで、浅草界隈の水商売の女性たちの間ではお姉さんと呼ばれ、ちょっとした有名人でした。女性たちの様々な悩みに答えるのですが、沖縄なまりの口調が自信にあふれていて、いつの間にか引き込まれてしまいます。よく当たると評判ですが、決してマスコミには出ず、浅草のマンションの部屋で占っていて、ホステスをはじめ、いろんな女性たちが悩みの相談に訪れていました。見た目は50代の普通の女性。那覇で暮らしていた30代の頃、小さな子供を交通事故で失って、その後夫と離婚。うつ状態になり、実家で引きこもっていると、ある夜突然、天から降りてきた竜神が自分の体の中に入る夢を見て、それから人には見えないものが見えたり、感じたりする霊能者になったそうです。その日以来、竜神様が祀られている神社を訪ね歩いて、自分なりの勉強と修行をした結果、祈念すると竜神が降りてくるようになったそうです。さて、その夜、カウンターに連れの女性客と2人で座った彼女は、ビールを出したミキさんを見て、あなた、芝居してるんだって？好きなことするために夜働いて、偉いわね。と褒めてくれました。さらに続けて、店に来る前、鳥越神社にお参りしてるんだって。とてもいいことよ。ご祭神があなたを守ってくださるから、続けなさいね。と言いました。嬉しくなったミキさんが、ええ、昼間、劇団の稽古がない日は、必ず夕方5時ぐらいにお参りしてからお店に来るんですよ。と答えました。すると彼女が急に怖い顔をして、きつい口調でこう言ったのです。ダメよミキさん。夕方神社に行っちゃダメ。夕方はやめなさい。
どうして夕方お参りしてはいけないんですか？ミキさんは占い師の怖い顔にびっくりして思わず聞きました。そんなことを言われたのは初めてで、彼女だけでなく夕方神社に行く人はたくさんいます。すると占い師が、神社に夕方行くと良くないことが起こるのよ。龍神様もそうおっしゃってるわ。夕方はやめて昼間か朝お参りしなさい。早朝が一番ね。まだ誰もいない時に神様にご挨拶するのがいいのよ。神様も喜ばれて守ってくださる。ミキちゃんは頑張ってるから教えてるのよ。これは特別。いいわね。夕方神社にお参りしちゃダメよ。と、また怖い顔をして、強い口調で念を押しました。ミキさんは夕方に行ってはいけない理由をもっと聞きたかったのですが、占い師の強い口調と、もっと怖いことを言われるような気がして黙ってしまいました。彼女も少し酔っていたので、本気で聞いていたわけではありません。そんなわけで、ミキさんはその後も夕方のお参りを続けました。いつも神社で会う人たちは、近所の主婦やおじさん、皆とても元気でした。だからミキさんも占い師に言われてしばらくは気になりましたが、やがて忘れてしまいました。ところがある夜、久しぶりにお店に来たあの占い師に聞かれました。ミキちゃん、私の言ったこと守ってる？お参りしてるけど、たまにだからいいでしょ。と言葉を濁しました。すると占い師はまた怖い顔になって、私が教えてあげたこと守ってないのね。まだ夕方行ってるのね。心配して教えてあげたのに。とても怒りました。怖くなったミキさんは、良くないことって何ですか？と聞きました。すると占い師は、魔物に会うのよ。日暮れ時は神社に魔物が来るの。そして、その魔物を見ちゃったら、必ず悪いことが起こるの。昼間は龍神様が目を光らせているから魔物も来ないけど、夕方日が暮れる頃は龍神様は自分のお社にお帰りになる。そして人々が寝静まって天地が正常になった真夜中、神社の本殿に神様が降りてこられる。だから龍神様も神様もいらっしゃらない日暮れ時の隙を狙って良くないものがやってくる。なぜ来るかっていうと、神社に満ちているご神気を自分の中に取り込んで魔力を上げるため。悪霊や魔物はご神気のおかげで消えずにいられるのよ。神社は結界で、魔物は境内には普通入れない。でも夕暮れ時は結界に入り込める。その時魔物は自分の姿を人間に見られたら、見たものに取り付いて容赦なくその人を不幸にしてしまいます。いい？人にはね、見える人と見えない人がいるの。ほとんどは生まれついてだけど、中には私のように急に見えるようになる人もいるわ。だから、もし見える人が夕方神社にお参りして魔物を見てしまったら、魔物のたたりで必ず良くないことが起こる。長年夕方神社へお参りしているのに何も起こらない人は見えない人なの。自分の脇を魔物が通り過ぎても何もわからない。だから悪いことが起きないの。見えない方が幸せかもしれないわね。私はね、ミキちゃんがもしかしたら見える人かもしれないって思ったの。だから心配なの。見てしまったら
必ず不幸なことが起こるから、それを言ってるの。この話、よくわからないと思うけど、本当のこと。とにかく夕方にお参りしちゃダメ。これは昔から言われてきたことだから。いい？守った方がいいわよ。と、詳しく教えてくれたそうです。占い師の話を聞いたミキさんは、ぞっとして酒の酔いも冷めて、青くなりました。やがてその年も終わり、また新しい年が始まりました。元旦にミキさんと彼は鳥越神社に初詣に行き、その後浅草に出てご飯を食べたのですが、彼が何気なく、おいミキ、少し痩せたんじゃないかと言いました。彼女は、そんなことないわ。前と同じよ。と明るく笑ったそうです。しかしその後も、節分の夜、スナックで同僚のホステスが、ミキ、あなた痩せたんじゃない？と言いました。するとミキさんが、見たの？私。と、うめくように言ったのです。怯えていて、顔が青ざめています。え？何見たの？鳥越神社で魔物を見たの。魔物？何それ？驚いたホステスが聞き返しました。ミキさんは、去年の12月の中頃、夕方、いつものようにお店に来る前に鳥越神社にお参りしたの。マンションから5分ぐらいなの。週に4回はお参りしてる。その頃は日が暮れるのが早くて薄暗くなってた。参拝者は2、3人ぐらいだったかしら。いつものようにお参りした後、社殿から黒前橋通り沿いの鳥居に向かうと、黒いものがさっと私の脇をすり抜けたの。はっきり見えたわけじゃないけど、その瞬間、体中の毛が逆立った。体に何か重いものがのしかかって、立ってられなくて、しゃがみ込んじゃった。でも一瞬のことで2、3秒したら、すっと軽くなった感じ。すぐあたりを見たけど、誰もいなくて、何も見えなかった。結構暗かったけど、人の姿はわかる時間だったの。もう2年近くお参りしてるけど、そんなのは初めてのこと。きっと、占いのお姉さんが言っていた魔物じゃないかって思うの。私、魔物を見てしまったの。怖い。良くないことが起こるのかしら。と、震えながら、泣きそうな顔で、そのホステスに訴えたのでした。そして、さらにこう言ったそうです。私が驚いていると、後ろから、ミキちゃんどうしたの？って声をかけられたの。境内でよく会う顔見知りのおばさんだった。どうしたの？しゃがみ込んで具合悪いの？って聞かれた。私は慌てて、めまいがしたもんでって言ったら、疲れてるんじゃない？気をつけてね。たまたまね、連れてきた犬を境内の入り口の柵につなごうとしたらね、狂ったように吠えたの。いつもそんなことないのにね。で、変だなぁと思ったら、あなたがしゃがみ込んでたの。驚いたわ。めまいだけでよかった。これから寒くなるから、体に気をつけてね。って、優しく言ってくれたの。話を聞いたホステスは半信半疑でしたが、しっかりした女性だったので気を落ち着けて、それは気のせいよ。お姉さんから魔物のことを聞いていたから自分で暗示をかけちゃったのよ。きっとそれ。少し疲れてたんじゃないの？でも不安だったらお姉さんにお祓いしてもらったら、龍神様に守ってもらうの。
後でママに相談してみるわ。と、ミキさんを励まし、その夜ママが占い師の女性に電話を入れて、2日後の昼間、彼女のマンションでお祓いをしてもらうことになったそうです。電話口で占い師はミキさんに、当日はね、朝お風呂に入って体を清めて新しい下着に着替えていらっしゃい。朝ごはんは食べないで、白湯だけ飲んでね。大丈夫。必ず龍神様がお守りくださるから安心しなさい。と言ったそうです。ところが、その日の夜、ミキさんは突然亡くなってしまいました。その日、スナックから帰った深夜、マンションの部屋のベランダから転落したのです。ベランダから飛び降りる瞬間を帰宅途中のマンションの住人が偶然目撃していたそうです。住人が上を見ると、7階の明かりがついた部屋のベランダに人がいて、なぜか 2,3 回部屋の中を振り向いたそうです。住人は誰かが部屋にいるのかなと思ったそうです。その瞬間、その人影がベランダの手すりから上半身を乗り出すと同時に頭から転落したのです。誰かに追い詰められてベランダに逃げ、最後は手すりから上半身を乗り出しすぎて落ちたようにも見えましたが、暗くてはっきりとはわかりません。落ちる寸前、手すりから上半身を乗り出した時も、ミキさんは部屋の方を振り向いたそうです。彼女の手には鳥越神社のお守りが固く握られていて、取り出すのに苦労したそうです。身を守るために必死に握っていたのでしょうか。部屋のテーブルにはコンビニの深夜勤務から戻ってくる彼のための朝食がいつものように用意されていました。警察によると、部屋に誰かが侵入した形跡はなく、部屋の鍵は内側からかかっていました。ミキさんは妊娠4ヶ月で、子供が生まれたら籍を入れ、ママになる日を楽しみにしていたそうです。ミキさんは鳥越神社で何を見たのでしょうか。また、ベランダで何度も後ろを振り向いたそうですが、何かが部屋の中にいたのでしょうか。